こんにちは。6月30日水曜日です。今日は子どものための緊急避難セットの中に入れるべきものとはというテーマでご紹介していきたいと思います。ご紹介するテーマは3つです。1つ目、子ども専用の緊急避難セットを用意する理由。2つ目、年齢別子ども用緊急避難セットに入れておくと良いもの。そして3つ目がまとめになります。では1つ目、子ども用の緊急避難セットを用意する理由ということで、中学生以下の子どもの場合、大人用のバッグを用意する際に詰め込むようなサバイバルグッズというのはほとんど必要ありません。その代わり、本人が快適でいられるアイテムを最優先にバッグに詰めてあげましょう。例えば、慣れ親しんだものだったり、使い慣れたものだったり、大好きな食べ物なんかを詰め込んでおくと、緊急時に心身ともに子どもの支えの一つになります。子ども用の緊急避難バッグは自分や家族のために用意するものとは全く別物であるというふうに考えておきましょう。では2つ目、年齢別子ども用の緊急避難セットに入れておくと良いものということで、最初にですね、すべての年齢層のお子さんを対象にこれは持っておいた方がいいですよというものをご紹介していきます。まず1つ目としては、名前、住所、電話番号などを記載した緊急連絡先リストで、この緊急連絡先リストっていうのはもちろんね、自分の名前や住所、電話番号なんかを、小さいお子さんの場合は自分で言えないことがあるので書いておくという必要もありますが、親御さんの名前や、電話番号だったり、あるいは親戚の方の名前や電話番号だったりっていうものまで記載しておくと、万が一お子さんとはぐれてしまった、お子さんが迷子になってしまったというような場合に見つけてくれた方が連絡をしやすいので、ご両親や親戚、あるいは信頼のできる知人の連絡先まで入れておくと良いと思います。で、次が母子手帳のコピーですね。で、今ご紹介したこの2つは、この2つに限らず紙ベースのものをもし持たせる場合はラミネート加工をしておくか、もしない場合は最低でもね、ジップロックに入れておくことをお勧めします。で、この緊急連絡先リストっていうのは楽天でもね、それらしいものが売っていたりするんですけれど、あとはインターネット上でね、無料で配布してくださってる方がいらっしゃるので、そういうのをダウンロードしてもいいと思いますし、あとはですね、自分で Excel が使えるような方は自分で作ってもいいと思います。で、次ですね、アレルギーがあるお子さんはアレルギーがあるということが周りが見てすぐ分かるように、ピンバッジとか缶バッジみたいなやつをリュックと洋服と両方につけておきましょう。で、これもですね、楽天の方に市販のね、分かりやすいピンバッジかな、これは売っていました。で、あとは手作りするのもね、いいかなと思います。で、次ですね、レインコート、エマージェンシーシート、靴下、下着一式、帽子、ヘルメット、子供用の軍手、手袋、ニット帽、これらは、季節に応じてですね、手袋、ニット帽で、次防塵マスク、防塵ゴーグルで、これはですね、ご存知の方いるかもしれませんが、2021年富士山噴火説っていうのがあるので、ぜひね、入れておいてあげてください。で、次、バンドエイド、ウェットティッシュと普通のティッシュ、あとは大判のハンカチ、これは手ぬぐいでもいいと思います。で、次がハンドサニタイザー、水筒、懐中電灯、緊急用ホイッスルで、緊急用のホイッスルはバッグの外側にすぐ手の届くところにつけておいてください。で、これ一応ね、防犯ベルの役目も果たしてくれます。危ない目に遭いそうになったら鳴らしなさいっていう風にね、言えますし、声が出せなくてもね、笛はきっと吹けるんじゃないかなと思います。で、万が一家族とはぐれてしまったような時に子供にね、笛を吹きなさいっていう風に教えておけば、見つけるのにね、多少は役に立つかもしれないです。そしてね、家族写真です。で、この時子供に渡す家族写真っていうのは、家族全員ね、同じ写真を持つようにしておいて、写真の裏側に家族の名前や連絡先をね、ここにも念のため書いておいてください。で、この写真も、ラミネート加工していただくか、最低でもジップロックの方に入れておくという風にしておきましょう。
でここからは、年齢別の紹介になっていきます。まずは幼児から、小学校高学年いかないぐらいまでのお子さんですね、比較的低年齢のお子さんに対してなんですけれど、まずはいつも持っているぬいぐるみや枕やタオルみたいなものがあれば、枕はねちょっと大きいので難しいかもしれないんですけれど、ぬいぐるみやタオルなんかがあればそれを持たせてあげてください。なんかですね、子供には安心できる匂いっていうのがあるみたいなんですね。でそれが小さい頃からずっと使っていたぬいぐるみとかタオルっていうのにつくそうなんですね、子供の時からの匂いが。でそれがものすごく安心できる匂いになるんだそうです。ですので、小さい頃から使っているものが何かあればそれを持たせてあげるということが、子供をね落ち着かせてあげるのにとても役に立ちます。で次がですね、大好きなとっておきのお菓子ということで、これはねあった方がいいと思います。で、夏にねチョコレートとかはちょっと無理があるので、多少季節は考慮してご準備いただくといいと思います。で、次がですね、中高生向けにおすすめのアイテムということで、特にですね高校生ぐらいになってくるともうある程度大人と同じようなギアを持たせ始めていいと思います。で、注意点としてはバッグに入れる、サバイバルギアとかそういうものですね、そういうのは使い方をねしっかりとトレーニングさせておくということですね。初めて使うのが災害の時っていうのじゃもうまずいので、普段から使うように慣れさせておくということが重要です。で、おすすめはヘッドライトや懐中電灯、ネックライトっていうんですかね、首にかけるようなタイプのもの、ああいったものであれば、小さいお子さんでも使えるので、小学生ぐらいだったら持たせてあげてもいいのかな、持っていた方がいいのかなと思うんですけれど、ただ懐中電灯って子供って若干遊びがちなんですよね。電気つけたり消したりしてちょっと遊んじゃったりするので、そういった面から見ると親が管理しておいた方がいいのかなとは少し思いますね。で次、マルチツールで、これナイフがついているようなタイプっていうのは正しい使い方ができるようにしっかりと、お子さんに教えてあげて、でお子さんがね理解している場合にのみ保護者様の責任において持たせてあげてください。で、次が携帯用の浄水器、もうこれはド定番ですね。で、あとはライターやマッチなど万が一の時のために、火が起こせるもの、暖を取れるものっていうのも少し持たせておいてあげるといいかもしれないです。ただ今ご紹介したものはいずれも保護者様の責任において、子供に持たせても大丈夫だと親御さんが判断した場合のみ持たせてあげるというふうにしてください。で、ここからはですね、子どもたちが少しでも快適に過ごすためのアイテムをご紹介していきます。お子さんにとって災害時に必要なものの一つっていうのが快適さということになってくるんですね。子ども用の避難バッグを作るときはその快適さとか、あと精神的な安定、これを目的の一つとして作っていただきたいなと思います。ということで、ご紹介するのはですね、ズバリ iPad です。もしくは、携帯できるゲーム機だったり、もう携帯そのものだったりっていうことになってくるんですけれど、でこういったものは電力の消費が激しいので充電器もね合わせて準備しておいてください。で、あとはですね、一部重複しますけれども、ぬいぐるみだったり小さなおもちゃとか、あと絵本ですね、そしてトランプとかUNOとかのカードゲーム類、そしてお菓子ですね、飴でもガムでも、あとパックのジュース、そしてね私はプロテインバーもね持たせようかなと思っています。災害時だとどうしても栄養がね偏ってしまうので、少しでもねタンパク質が摂取できるようにということでプロテインバーをね持たせようと思います。で、ここで少しですねバッグの選び方なんですけれど、もしちっちゃいお子さんの場合、小学生ぐらいまでですかね、使い慣れたようなリュックがあればわざわざ新調する必要はないと私は思いますし、あとはですね無理に背負わせる必要はないと思います。というのもですね、子供って自分で持つって言ったり急にやっぱり嫌だって言ったりコロコロ変わりますよね。でうちの場合も子供4歳なので本当にね気分屋さんでなんかやるって言ったりやっぱ嫌だって言ったりってするんですね。だからそういう子供の性格も考えて準備しておかないといけないなと思うんですね。
ただ万が一にでもはぐれてしまった時のことを考えて、緊急連絡先のリストだけは、バッジみたいな形にして本人の、服につけておこうとは思います。で、中学生高校生ぐらいのお子さんには、耐久性に優れていて長時間背負ってても疲れないある程度ちゃんとしたアウトドアメーカーのものをおすすめします。そして荷物を全部入れたリュックを子供が一人で持ち運べるかどうかというのをきちんと確認してみましょう。自宅から避難所までね、実際リュックを背負って歩ききれるかどうかっていうのを一度挑戦してみるのもいいと思います。では最後まとめということで、子ども用の避難袋の主な目的というのはストレスの多い状況下、災害時ですね、ストレスの多いような環境の中でできる限りの快適さというのを提供しながら、少しずつね子ども自身がその環境に慣れていくっていう、その手助けをしてあげるっていうことだと思うんですね。で、子供用の、カバンの中に何を入れるのかっていうのはお子さんの年齢とかその成長度合いによって異なってきますので、何を持たせるのかっていうのは親御さんの適切な判断が必要になってきます。で、お子さんの性格とか体力っていうのを一番分かっているのはやっぱり親御さんだと思うんですね。なのでお子さんの年齢や性格、あと体力に合わせた避難用のバッグをね、ぜひ親御さんが、あるいは一緒に作ってもいいと思いますので、ぜひお子さん用の避難用バッグっていうのを作ってあげてください。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。